こんばんは、クリミナルです。今回はリクエストをいただいていたイギリスのある男を紹介します。その男は幼い頃から薬品に興味を抱き、そのうち毒物が人体に与える影響について強い興味を抱くようになり、家族や同僚に毒物を投与し始めた。グレアム・ヤングは1947年9月7日、ロンドンのニーズデンに生まれた。母親であるマーガレットは出産して3ヶ月後に結核で亡くなってしまい、赤ん坊であるグレアムは父親フレッドの妹ウィニーに預けられた。それから3年後に父親がモリーと再婚すると、グレアムと長女のウィニフレッドは父親と再婚相手のモリーと一緒に暮らすことになった。ただグレアムは叔母のウィニーに懐いていたので引き離されるのを嫌がった。しかし結局、叔母のウィニーの元から引き離されることを余儀なくされた。グレアムは幼少期において他のシリアルキラーがしているような動物虐待や放火などは行っていない。ただ、彼が住んでいた地域で猫がいなくなるという事案は発生していた。この件にグレアムが関係していたかどうかは不明である。子供の頃のグレアムは友達と遊ぶことはなく、公園に一人佇んだり、図書館で本を読んだりしていた。そのうち彼は1910年にロンドンで起きたクリッペン事件に注目した。この事件は医師であるホーリー・クリッペンが妻コーラに毒物を投与して手にかけた後、地中に埋めた事件である。また彼はヒトラーや毒殺妻ウィリアム・パーマーにも強く興味を持っていた。彼が本格的に薬品に興味を持つようになったのは9歳の頃。その頃、警母のモリーが使っていた香水や除香液がたびたびなくなるという現象が起きていたが、それはグレアムが盗んでいた。父親は彼を叱りはしたが、グレアムのことを案じて科学の実験セットを買い与えた。こうしてグレアムは科学の実験セットで遊ぶようになる。薬品を混ぜると色が変化することで薬品に対し強い興味が湧き、それに没頭した。中学生になった頃には化学薬品の成分のほとんどを把握。また彼は学校の科学の授業で優秀な成績を残していたことが認められ、理科の実験室を自由に使える特権が与えられた。彼はその実験室でマウスに毒物を投与し、弱っていく様子を観察し、それをノートに記録した。実験は徐々にエスカレートしていき、次第に彼はマウスだけでは満足できなくなり、人間で試したくなった。グレアムが13歳の時、年上の知人から研究目的として様々な薬品を入手するようになる。そして事件が起きた。1961年、グレアムが14歳の時である。彼は家族や同級生が飲むお茶に毒を投与し始めたのだ。するとそれを飲んだ者が体調不良に陥った。こうしてグレアムの周囲の人たちが腹痛、吐き気、下痢に苦しむようになるが、グレアム自身も自らが毒物を混入させた食べ物を誤って食べてしまい苦しんでいたため、彼に疑いはかからなかった。彼の欲求は増長していき、もっと強い毒を大量に与えたいと思うようになる。そのターゲットとなったのが警母のモリー。モリーはグレアムに対し冷たく接しており、グレアムはモリーを好いていなかったからである。そして1962年、グレアムはモリーに出したお茶や料理にタリウムを混入させ手にかけた。その後も彼の欲求は収まることなく、父親、姉に対し毒物を使った人体実験を続行。今回も彼に疑いはかからないと思いきや、叔母であるウィニーがグレアムに疑いの目を向けた。そこでウィニーは彼を精神科医のもとへ連れて行った。すると診察に当たった医師がグレアムのことを怪しみ、警察に通報した。また同じ頃、グレアムが通う学校の教師が実験室にて彼の観察ノートを発見。そこには人体実験の詳細なデータが記録されていた。通報を受けた警察がグレアムを問いただすと、彼は最初こそ否定していたが、後に犯行を認めた。こうしてグレアムは1962年5月23日に14歳で逮捕された。彼は所持していたアンチモンを小さな友達と呼んでいた。なお、警母、モリーを殺めた件については罪に問われなかった。彼は父親に対し、モリーを土葬ではなく火葬してくれと何度もせがみ、すでに火葬がなされていたのだ。これにより死因が分析できなかったのである。その後グレアムはブロードムア病院に収監された。
ただこの病院では鎮痛剤を飲まされるだけで特に行動は制限されていなかった。そこで彼は院内の図書館に頻繁に行き、科学書や医学書を読み漁った。ちなみに彼がこの病院に収容された1ヶ月後、一人の囚人が不審死を遂げている。その死因はシアン化物による中毒死だった。この一件は病院の敷地内にあった月桂樹の葉からグレアムがシアン化物を抽出したのではないかと言われている。また彼はこの病院において完治したふりをしていた。そんな彼の状態を見た精神科医のエドガーは彼が完治したとみなした。そこでエドガーは当時の内務大臣に彼の釈放を求める旨の手紙を送った。そして入院から9年が経過した1971年2月、当初の刑期より6年も早く彼は釈放された。ちなみに彼は釈放時、病院の看護師に毎年少なくとも1人は毒物でやってやると発言していた。彼のこの発言はファイルに記録されたが、彼を釈放するという決定は覆らなかった。こうして釈放されたグレアムは次の犯行に及んでしまう。1971年5月、グレアムは撮影用の光学機器を製造している会社で働くようになる。店主のボブはブロードムア病院からの紹介状を受け取ってはいたが、そこには彼が毒物による殺人で有罪になった過去は記載されていなかった。この病院側のミスが惨事を生んでしまう。彼がその会社で働き始めると、その1ヶ月後にはボブが体調不良に陥り、その後死亡してしまう。彼の体調不良の原因はグレアムの仕業である。彼は仕事仲間に対し率先してお茶やコーヒーを入れた。そんな彼のことを同僚たちは親切な奴だと感心し、何の疑いもなく出されたお茶やコーヒーを飲み干していく。しかし、その中にはアンチモンやタリウムといった毒物が混入されていたのだ。こうして彼は約70人に毒物を与えた。彼の同僚たちは次々と体調不良を起こし苦しんだ。激しい腹痛に襲われたり、髪が抜けたり、手足に痛みや痺れが発生したりと症状は様々だった。しかし当初は彼の犯行だとは思われず、未知のウイルスによるものと誤解されていた。しかし、あることがきっかけでグレアムに疑いの目が向けられることになる。ある日、専門家や医師が会社で原因を調査している際、放射能汚染や重金属中毒は考えられないと説明した時だった。その様子を同僚と一緒に見ていたグレアムが黙っていればいいものの、ここぞとばかりに自分の知識をひけらかしたのだ。こうして同僚や専門家が彼のことを怪しむようになる。そしてその同僚がグレアムの過去を調べたところ、彼が毒物による殺人で有罪になっていたことを知った。驚いた同僚はすぐさま警察に通報した。通報を受けた警察は彼のアパートを捜索。すると彼のズボンのポケットからアンチモンとタリウムを発見。さらに彼による毒物投与とその症状を詳細に綴った日記が発見された。そこにはこう書かれていた。10月31日、奴に毒物を投与した。明日どうなっているかな。11月1日、奴は会社に来ていない。11月3日、どうやら奴は意識不明で重体らしい。もう少しで最後を迎えることだろう。仮に生き延びて障害者になるよりはあの世に行った方がいいのだ。11月4日、ある医者によれば奴の症状はウイルスによるものだそうだ。バカにしてるのか。11月10日、なんと奴はまだ生きている。このままだと厄介なことになりかねない。ちなみにこの奴とはグレアムの同僚であったフレッド・ビックスという男性。なんとか生きながらえていた彼だったが、胸の痛みに苦しみ、歩行困難、呼吸困難に陥り、11月19日に亡くなった。こうしてグレアム・ヤングは1971年11月に逮捕された。彼は自らの罪を認めず、日記に関しては彼が書こうとしていた小説に関するメモで単なる空想だと主張した。しかしその主張は通らず、グレアムには終身刑が宣告された。退廷時、彼は姉と叔母に謝罪し、こう言った。私のことは忘れてください。
迷惑をかけてすみませんでした。その後彼は通常の刑務所に収監され、そこで他の囚人からティーカップポイズナーと呼ばれた。そして1990年8月1日、グレアム・ヤングは刑務所の独房で死亡した。死因は心臓発作とされているが、実際は服毒自殺したか、あるいは他の囚人に殺害されたのではないか、という憶測が飛び交った。ちなみに、この事件を題材にした映画、グレアム・ヤング毒殺日記では、彼が服毒自殺したことが示唆されている。多くの人間に毒物を投与し、3名を殺めたグレアム・ヤング。彼は人を愛することはなく、ひたすら毒物を愛していました。彼は精神科医に対し、こう語ったことがあります。アンチモンが恋しいよ。最初は家族に毒物を与えるところから始まりました。彼にとって家族はモルモットに過ぎなかったのかもしれません。彼は家族の一員としてではなく、科学者としてモルモットに毒物を与え、その経過を観察しました。まず標的となったのは自分に冷たく接していた警母のモリーでした。モリーを手にかけたことで彼は一度は捕まりはしましたが、当時の精神科医に感知したとみなされ、世に放たれてしまいます。すると今度は職場の人間に毒物を投与し、2名の命を奪いました。彼は最後まで自分の欲望に勝てませんでした。ちなみに彼は前回ご紹介したイアン・ブレイディと同じ刑務所に投獄され、共にナチスを崇拝していたこともあって意気投合しています。彼はこのような事件を起こしたことで多くのマスコミに写真を撮影されたわけですが、彼はあえて自分が冷淡で不吉に見える写真を載せてくれと頼んでいました。また、生前彼は自らが死去した後はイギリス・ロンドンにある浪人行館マダム達装館においてヒトラーと毒殺魔ウィリアム・パーマーの隣に自身の像が置かれることを願っていたといいます。最後になりますが、実は日本でこのグレアム・ヤングを模倣した事件が起きています。2005年10月31日、静岡県の高校1年生の女子生徒が母親に毒物を投与し殺害しようとした疑いで逮捕されています。彼女は科学部に所属しており、部屋からはグレアム・ヤングの本、医学書やナチスに関する資料、さらには動物の死骸や複数の毒物が見つかりました。彼女もグレアムと同じようにペットのハムスターにアンチモンを少量ずつ投与し経過観察をしていました。そしてそのハムスターが死亡する様子を2週間にわたりブログに記録しています。その後彼女は薬局で科学の実験に使うという名目で粉末の酢酸タリウムを購入し、それを少量ずつ母親に投与。そして衰弱していく母親の写真を撮ったり、母親が立てなくなった、動けなくなったようだと経過をブログに記録していました。毒物を投与された母親はその後入院することになります。ここで女子生徒の兄があることを思い出し医師に相談します。女子生徒は過去に猫を毒殺したことがあったのです。その話を聞いた医師が警察に連絡し、女子生徒は逮捕されました。女子生徒の話によると、母親に対し憎しみはなく、単純に毒物に対する興味から毒物を投与したと証言していました。グレアム・ヤングも同じで、彼が毒物で手にかけたフレッド・ビックスのことはむしろ同僚として好いていました。しかしグレアムはそんなフレッドに対しても毒物を投与していたのです。亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。